はい、理想の主体作りです。今日もデスクお疲れ様でございます。今回は映像さんの最新多機能ウルトラワイドモニターフレックススキャン EV3450XC についてお話しさせてください。単一製品の紹介案件をお受けすることはめったにないんですが、フレックススキャンシリーズは別腹です。1ヶ月間リアルガチ購入検討目線でがっつり使わせていただきました。いきなり結論ですが、今ゼロからデスクを作り直せと言われたら僕はこの EV3450XC を選びます。とはいえご安心ください。すっとこどっこいな弱点も包み隠さずご報告いたします。デスクの旅目線でモニター周りのディープな論点にも切り込んでおきました。今日こそ多くの真っ当な同志の方にとって過去一有益な動画となった可能性も否定できません。ところで僕自身がフレックススキャンシリーズを長年自腹で使い続けてきた理由ですが、3つあります。1つ目、本当に全く目が疲れなくなりました。デスクガジェットに1ナノマイクロピコリットルも興味のない妻にデスクを占拠された時も、このモニター目がめっちゃ楽なんだけどずるいって罵られました。本当です。特に電化の方とペーパーモードがすごいです。モニターの輝度、コントラスト比、色温度を調整して紙の見え方に近づけてくれます。さらにちょうどいい明るさを保ってくれるオートエコビュー機能とか、ちらつき完全カットなアイケア調光方式先輩とかとの合わせ技まで発動してくれます。いやいや、お目目に優しい系機能って他にもあるやんって思いますよね。あえて言わせてください。我々は1億総過剰品質相互監視国家の住人なわけです。幼稚園のクマバスが毎朝 100% 確実に定刻1分前にお家の前に迎えに来てくれるなんて常軌を逸してます。はい、おはようございます。そんな修羅の国でお目目をいたわる系の研究結果や記事なんかを自社の責任のもとで丁寧に日本語で発信し続けてくれてたり、実際に目が疲れないという評判を長年ユーザーから獲得し続けたりできてるメーカーさんを僕は他に知りません。2つ目、価格が仕事道具として絶妙なラインをついてきます。僕は普通のデスクワークの傍ら年に5、6本ほど YouTube 動画を作ったり趣味で写真を撮ったりしてます。最近のマイブームは在宅ワーク環境を整える理想の書斎作りと子供との共同プロジェクト虫図鑑作りです。となると色味を正確にチェックすべくカラーマネージメントモニターが気になりだしてですね、理想の書斎作り調べによるとこの領域の最高戦力は結局映像さんのカラーエッジシリーズっぽいっていう結論に至っちゃいます。初手から最高スペックが一周回って安上がる原理に基づいて最強プロ仕様モデルで決まりっしょってオラついて見てみると300万円超えで物腰まで柔らかくなれます。でもやっぱり良いモニターが欲しい。ジタバタしてるとアップルさんのプロディスプレイ XDR ナノテクスチャーガラスが踊り出てきます。80万円です。ということでズタボロにブレイクアウト済みな心には EV3450XC の価格はすごく絶妙に思えてくるんです。公式販売サイトによると現時点で税込16万2800円です。3つ目、日本企業としての信頼実績安心感が半端ないです。有名企業や病院や管制塔など真剣勝負な業務現場やスタジオジブリ、ディズニーなど超一流本職な方々への豊富な納品実績とか、業界トップクラスの5年保証とか、修理中の貸し出し機とか、石川県の工場で自社一貫生産してたり、検品出荷も超念入りだったりとかで、長いものに巻かれておきたい男心がビンビンに刺激されます。前置き長くなりました。で、今回の EV3450XC ですが、フレックススキャンシリーズの中ではハイエンドモデルとなっています。今まで映像さんのウルトラワイドは湾曲 37.5 インチの EV3895 一択だったんですが、ちょっとだけコンパクトな 34.1 インチが新たに加わりました。 EV3450XC は EV3895 と比べて横は 7.4 センチ、縦は 1.3 センチ、奥行きは 0.7 センチくらい小さくなってます。ブラックもホワイトも鬼のようにかっこいいですね。最大の特徴は500万画素のウェブカメラとノイズ&エコーキャンセル機能搭載のマイクというウェブ会議用のソリューションです。フレックススキャンってモニター表示はピカイチ、その他はおまけみたいな印象あるけど大丈夫かね。まあとりあえず試してみるか。ちょっと背景片付けんと。よしと、これであれもいるやん。はい、EV3450XC のカメラとマイクで撮影しています。録画は Zoom です。思ったんですが、ウェブカメラの位置はここが理想ですね。ウェブカメラ史上過去一目線が合わせやすいです。カメラ、マイクを別で用意しなくていいのも意図おかしですね。ただ率直に言って画質と音質への感動はそこまでありませんね。できれば照明も照らした方がいいと感じてます。照明を消してみます。もう一回照明をつけてみます。
かがでしょうか。編集しながら改めて思ったんですが、ウェブ会議用としては画質も音質も十分なクオリティですね。そもそもウェブ会議での映像は圧縮されます。さらに顔面映像は豆粒レベルあるいは共有画面に埋もれて非表示がデフォルトです。ましてや我々おじさんたちに至ってはお互いのお顔に100分の1ピコパスカルも興味ないわけです。ただ神妙にうなずいてちゃんと話を聞いてる予感のアピールだけは有益。よってウェブカメラは性能がどうのこうのではなく、カメラが存在するってことが最重要と言えます。34.1 インチのサイズ感は抜群にちょうどいいです。幅100センチのデスクでも幅186センチのデスクでもいい感じに収まってくれます。モニターアームを使えばモニターを後ろに押し込めることができるんで、天板の奥行きが65センチしかなくても全然大丈夫です。この物理的なサイズ感と 3440×1440 な UWQHD 解像度のバランスも秀逸です。文字はバッチリ見やすい大きさなのに3分割でもゆったり作業できます。僕自身は直近3年でウルトラワイド 4K ウルトラワイドとじっくり渡り歩いてきたわけですが、普通のデスクワーク&時々動画編集作業のしやすさならウルトラワイドの価値と実感しました。27インチ 4K の時はしょっちゅう文字を拡大縮小してましたし、作業次第ではモニターを追加したりもしてました。こういう工夫も正直大好物ではあるんですが、なんだかんだ言ってやっぱりウルトラワイドの方がシンプルで快適です。ということでこの EV3450XC は映像さんに返却しないといけないんで、その後は元々持ってた EV3895 に戻そうと思っています。湾曲については歪んで見えないかな、酔ったりしないかなって不安な同士の方もいるかもですが、普通のデスクワーク用としては全く心配いらないと思います。デメリットをひねり出すとすれば価格が高くなりがちなこと、奥行きがちょっと分厚くなるんでベゼル引っ掛け系アイテムの収まりが若干悪くなること、重量が増えちゃう&形状が特殊で移動や取り回しがちょっと辛くなることくらいではないでしょうか。どれも実用上での致命的な弱点にはなりません。続いて端子周り、ここは仕様のまんまなので詳細は割愛するんですが、日本企業への導入実績豊富なだけあって一通り揃ってくれています。2台のコンピューターを同時接続できるピクチャーバイピクチャー機能もあるんで PC を持ち寄っての会議とか2台使いな方でも便利なはずです。そして多くの同士の方が気になるのがドック機能ではないでしょうか。いろんな接続をまとめてくれるハブ機能のことです。例えば有線接続なキーボード、マウスレシーバー、左手デバイス、ストレージなんかはあらかじめモニターに突き刺しておいて、ノート PC への接続はモニターから生やした USB Type-C ケーブル1本だけで済ませちゃうなんてスッキリムーブを堪能できます。 USB Type-C ケーブルはノート PC からモニターへの映像出力もモニターから PC への充電までもこなしてくれます。給電能力は 94W もあって、この世のほぼ全てのノート PC を充電可能です。ということで身軽なノート PC ノマドスタイルとモリモリデスク環境ドッキングスタイルを1本のケーブルの抜き差しだけで行き来できちゃうというわけです。ちなみにここだけの話ですが、前モデルの EV3895 の場合ドック機能を使って有線 LAN ネット接続してもモニターの USB Type-C ポートの使用が微妙に弱いせいでネット通信速度が思うように上がらないっていう残念ポイントがありました。今回の EV3450XC ではここも劇的に改善されてます。この部屋の通信速度は無線だとだいたい 500Mbps ほどなんですが、EV3450XC を通して有線 LAN ネット接続すると 800Mbps ほどまでぶち上がります。 1.6 倍です。接続の安定性も有線の方が断然優れてるんで、これは最高に嬉しい進化ですね。 Windows と MacOS の両方で使えるモニター管理アプリスクリーンインスタイルも有益です。特にアクティブなアプリごとに表示モードを切り替えてくれるオートカラーモードとか、我々の生体サイクルに合わせて画面の色温度を調整、夕方から深夜にかけてブルーライトの量を自動的に減少させてくれるポリネシアンサーカディアン兆候なんかはかなり使えると思います。ただ現状僕が一番気になったこれら2つの機能は Windows 版のスクリーンインスタイルでしか使えないようです。 MacOS でも使える機能としてはホットキー割り当てがナイスです。入力信号や表示モードの切り替えをキーボードショートカット一撃で実行できます。例えば僕が大好きなペーパーモードは全体的に黄色がかかって見えるんで、映画を見たり買い物で正しい色味を確認したい時なんかはちょっと不便です。ホットキーを割り当てておけばいちいち物理ボタンでピコることなく一瞬で表示モードを切り替えられちゃいます。ちなみにこの手のショートカットは僕の脳みそでは暗記不可能なんで左手デバイスでまるっとボタン化しちゃっています。すいません、やっと準備が整いました。それではこの動画の核心、モニター周りのディープな論点&カメラマイク性能比較に反り込んでいきます。デスクの民として譲れない論点が5つあります。1つ目、モニターライトとの相性について。手元を照らすと本当に快適なんですが、
ベゼルに引っ掛ける爪がウェブカメラと被らないか不安すぎました。で、結論としてはモニターライトとの相性悪くないです。3つのアプローチがあります。1つ目、赤ちゃんレベル、ちょい横ずらしで終わりです。基本的にはこれで何の問題もありません。ただ僕のように背骨のねじれがミリ単位で気になる系同士の方にとっては許しがたいかもしれません。よってその2、アダルトレベル、素直に普通に置くです。これでも 95% は問題なしです。ただ状況次第ではライトがいつの間にか前のめっちゃってウェブカメラ映像にモニターライトがほんのり映り込むことがありえます。よってライトがずれないように両面テープなどで固定したり、あるいはバッターが公然とチンポジを整えるがごとく我々もウェブ会議の時だけ悠然とマンポジを整えるといいです。ちなみに今手元にあるベンキュースクリーンバーとスクリーンバーハロー、そして最新モデルスクリーンバープロで色々試したところ、スクリーンバープロは EV3450XC に乗せると若干ずれやすい印象でした。せり出し部分も他モデルより長いので映り込みリスクが大きくなります。よって僕は一番シンプルでしかもずれにくい初代スクリーンバーに落ち着きました。ただ初代スクリーンバーだと今度はかぶり爪が一番長いっていう懸念点があります。バルログかと思いました。実用上の悪影響はほぼほぼないんですが、僕のようにデバイスの性能を 700% 引き出したい系同士の方にとっては爪かぶりが許しがたいかもしれません。よってその3、ゴルゴ13レベル、厚さ2ミリほどのゴムシートを挟み込めば万事解決となります。2つ目、湾曲ウルトラワイド VS モニターアーム VS デスクシェルフな三つどもえの戦いについて、僕はデスクシェルフを置きたい派です。収納力アップとケーブルを覆い隠せる点に絶大な魅力を感じています。同時にモニターアームも必須です。モニタースタンド分のスペースを大幅節約できます。前後移動にも対応できるんで、スタンディング作業や後傾姿勢、そして配線整理の時なんかでも地味に嬉しいんです。ただシェルフと共存できるアームは限られます。おそらく 99.9% の同士の方はエルゴトロントレイスかエルゴトロン LX に落ち着くと予想されます。ついでなんでここで俺的マル秘有益豆知識を開陳させてください。エルゴトロンさんのモニターアームなら上下の首振り、つまりお辞儀させるチルト方向にもバネ的サポートが効かせられます。単純に何かしらを締め上げて摩擦力だけでチルトの動きを制御するんではなく、バネで力の釣り合いを取れるのがポイントです。力の釣り合いが気になる方は数件出版のチャート式をチェックしてみてください。ぬるぬる滑らかい動きと板止め感も両取りできるということです。特に湾曲モニターは重心が前に偏りがちなんで、このバネ的チルトサポートは鼻毛が飛び出るぐらい重要です。暗記してください。話を戻します。とにかくモニターアームを使うときは湾曲ウルトラワイドの重量がネックになります。 EV3450XC のモニター部分は 9.2kg、 EV3895 だと 9.5kg です。一方でエルゴトロントレースの耐荷重は最大 9.8kg、エルゴトロン LX は 11.3kg までとなっています。結構ギリギリです。耐荷重以内だったらそれでいいじゃんって思われた同士の方には次の論点を捧げさせてください。それが3つ目、モニター裏拡張マウンティング活動です。充電器を搭載したり配線整理したりいろんなロッドを増毛したりとアイデア次第でモリモリ便利にできます。サクッといくならクランプカニバサミです。簡単ですが複数アイテムのマウントはちょっと難しくなります。本気で攻めるならベサ足場を組み散らかせます。気になる方は以前の動画もチェックしてみてください。今回は Web 会議用の顔面照明だけマウントしておきました。そしてここでモニターアームの耐荷重制限がじわじわ効いてきます。すなわちモニターは軽いに越したことはないんです。4つ目、ドック機能について確かに便利です。とはいえドック機能をモニター選びの上位論点にする必要はないと思っています。どんなモニターのドックでも最終的には端子の数も性能もそして配線整理のしやすさも専用ドッキングステーションにはかなわないからです。 EV3450XC でいうと SD カードリーダーはないですし、ポートについてもおじさんが本気でデスク構築しだしちゃうと2秒で埋まります。ということで初期はモニターのドック機能だけで戦う。中期にノート PC への直差しケーブルが増えてきて USB Type-C ケーブル1本スタイルが崩壊してもとりあえず耐え忍ぶ。そして末期、必要なら専用ドッキングステーションを投入するっていう地獄の3ステップがおすすめです。5つ目、モニターの枚数について。単一作業ならウルトラワイドなどの大きめモニター1枚運用がコスト、配線整理、デスクスッキリ、PC パフォーマンスなどの点からメリット絶大です。一方でモニターごとに色味やアスペクト比、リフレッシュレートなど変えたい事情がある場合は複数モニター運用に行き着きます。僕自身は大半の作業はウルトラワイドのペーパーモードで目に優しくこなしつつ、動画編集や写真現像など極力正しい色味を見たい時だけ MacBook のモニターを使うスタイルがお気に入りです。それでは禁断の Web カメラ&マイク性能ガチンコ比較に突入していきます。
実際の会議映像をできる限り忠実に再現するために、会議の相手側、つまり受信側の PC で録画した映像を見ていきます。あと我々人類はいつも比較することによって異質なものに気づくという性癖を持ってるんで、カメラ性能については M1MacBook Pro 14インチ内蔵カメラと Web カメラ界のラスボスとして Insta360 リンクと比べてみます。マイク性能も M1MacBook Pro 14インチ内蔵マイクと Insta360 リンクのマイク、そして同じくラスボス係として手話 MV7 とも比較してみます。はい、EV3450XC のカメラとマイクで録画しています。画質と音質はいかがでしょうか。今は顔面を照明で照らしてます。これから顔面照明を消して天井のシーリングライトのみにしてみます。はい、顔面の照明を消してみました。映りはいかがでしょうか。はい、続いて M1MacBook Pro のカメラとマイクで録画しています。画質と音質はいかがでしょうか。これから照明を消してシーリングライトのみにしてみます。はい、今度の映りはいかがでしょうか。はい、今度は Insta360 リンクのカメラとマイクで録画しています。画質と音質はいかがでしょうか。これから照明を消してシーリングライトのみにしてみます。はい、カメラは EV3450XC に戻しました。マイクだけ手話 MV7 に切り替えてみます。音声の違いはいかがでしょうか。ウェブ会議ではどんな感じで相手に届いているのか、個人的にもすごく気になってた部分です。いかがでしょうか。まずは画質について、一番パキッと映ってるのは Insta360 リンクだと感じました。ただこれは4万円前後もするモンスター級のハイエンドなウェブカメラです。理想の素材作り調べによると、ウェブカメラの中ではおそらくこれが上限マックスな画質となります。続いて M1MacBook Pro 14インチ、お肌を綺麗に見せるのがすごく上手です。画像処理能力で押し切ってくれてる印象です。そして EV3450XC、 他の2つと比べると画質は少々劣っているように見えました。ただそうは言ってもウェブ会議用としては十分なクオリティです。動画前半でもちょろっと触れたんですが、 EV3450XC のカメラの位置は明確な強みとなってます。目線が最も合わせやすくて、顔面との距離感も近くて、かつこのメリットを美しいノイズレスなデザインで実現してくれてるのは相当ポイント高しくんです。音質はいかがでしょうか。僕は MacBook Pro のマイクがかなり優秀と感じました。ノイズや反響音除去な音声処理でご利用ししてくれてます。Insta360 リンクと EV3450XC は違いがほとんど分かりませんでした。そして手話 MV7、 これはちょっと別格ですね。ウェブ会議でも MV7 のようなダイナミックマイクでちゃんと音質無双できることが分かってすごく勉強になりました。あるいは有線のイヤポッツのマイクを口元に寄せて喋ったり、ヘッドセット系なマイクでも音質はかなり良くなります。マイクは口元に近づけたもの勝ちな世界ですね。ということで、目線の合わせやすいカメラ位置、全てがまるっと揃ってるお手軽感に価値を感じるって同士の方にとっては EV3450XC はさらに理想的な選択肢になるはずです。最後にどうしても気になった2つのことを暴露させてください。1つ目、スピーカーへの過度な期待はやめておきましょう。以前の EV3895 と比べて多少強化されてはいるものの、それでもあくまで Web 会議での音声聞き取り用に特化したスピーカーと理解しておくべきです。リッチな映画や音楽を楽しもうとするのはちょっと違いますね。もう一つ、ホワイトモデルでもベゼルの横や上は黒いです。気になるって同士の方はお部屋の壁紙の方を黒くするプレイがおすすめです。ご意見ご質問など遠慮なくコメントいただけると嬉しいです。僕自身今ゼロからモニターを選べるならこれにします。もともと持ってた EV3895 よりも少し軽くてコンパクトになって、しかも価格が抑えられてる点がすごく羨ましいです。今日もデスクしてましたっと。そういえば今回のきっかけになった動画どれだっけ。おー、これもう2年も前か。どんな動画やったかね。こんにちは。うわ、理想の主催きしょいなあ、その手首。何今の。こんにちは。あいたた理想の主催これ作りです厳しいっ動画をご覧いただて。き本当にありがとうございます。デジタルタトゥーやで、ほん多ま分。ですね、今ちょっとエアコンの中にコオロギが何ちょっとエアコンの中にコオロギがエアコンにコオロギずっとなんちゅうしょうもないオープニングしとるんかね、この人は。音声にコオロギくんの音が入って YouTube は常に誰こいつって目で見られとんのやけ。速攻で本題に入らんとダメでしょうウルトラワがイ。ドモニターフレックススキャン EV3895 エアコン多分ですね、今ちょっとエアコンの中にコオロギが多分ですね、今ちょっとエアコンの中にコオロギがおりまして、ずーっと
はい